はい、こんにちは、高弘です。今日の動画はモノクロについて。僕が写真をモノクロにする理由を2つ話したいと思います。1つはシンプルな理由。教科書にも書いてあるような理由です。それともう1つ、こっちは少し深い理由です。どこにも載っていない独自の理由です。まずはシンプルな方からいきましょう。僕の写真は光と影のコントラスト、そして物の形、シルエットに代表されるような物の形が主題になっていることが多いです。モノクロはその主題を強調できます。例えば以前出したこの写真、これはすでにモノクロ化されていますが、モノクロ前だとこんな感じです。これを見て皆さんどう思いますか？なんか空の青が目立つなーって感じしませんか？でもこの写真は今空を見せたいわけではないんですよ。空は全然見せたくないのに、空の青さが目立って目線を持っていってしまっているのがこの写真です。それをモノクロにするだけで、ほら、空の存在感が消えて代わりに光と影が主役に出てきたなと感じますよね。このビルの反射光とか、こっちの影の部分、シャープなラインとか、あと通行人とか、そういったものがフィーチャーされ始めました。モノクロにするシンプルな理由がこれです。余計な色、今だと空の青を消して光と影を強調するという効果を得るということです。ついでに付け加えると、元々の写真に色がほとんど存在しないというのもあります。さっきのこの写真だと空の青以外に目立った色はないですよね。ビルの外壁の色とか地面の色が少し見えるくらいでしょうか。でもそれもすごく地味な色です。普段撮っている場所、ビルに囲まれた無機質なオフィス街では色が本当に少ないです。色に注目して撮るというよりも、建築物が作るラインや幾何学模様に注目することの方が自然です。そしてモノクロはこれらの要素を際立たせる手段としてとてもよく機能しています。別の例を見てみましょう。この写真は白から黒にかけての滑らかなグラデーションが主題となっています。これもそう。このように弱い光をうまく捉えた時のモノクロはとても綺麗です。綺麗か綺麗じゃないかって単純ですけど、写真をする上でとても重要です。力強いコントラストを見せるモノクロ写真もあれば、繊細かつ上品なトーンを見せるモノクロ写真もあります。モノクロはやり方次第でいろんな表現が可能です。僕は全ての条件を無条件にモノクロにするわけではありません。例えば夜のネオンなど色鮮やかなものはそのままカラーとして残すことが多いです。試しにこの写真から色を抜くと、持っていたパワーが失われるのを感じます。夜のストリート、サイバーパンクに代表されるような作風で夜の街を撮る人はカラーが基本です。モノクロはどっちかというと昼間のストリートを撮る人に多いですね。つまり最適なスタイルは撮影する場所や時間帯に依存するということです。夜のネオンを撮りたいならカラー、昼のオフィス街ならモノクロ。器用な人はどちらでも撮れるでしょう。でも普通は一つに絞った方がいいと思います。ここでモノクロで撮る時の注意点を少し言わせてください。撮った写真を何でもいいからモノクロにする。モノクロにすればなんとなくかっこよくなりそうだからモノクロにする。そういうのはダメです。ちゃんと撮る前に準備してください。モノクロの目で見て、モノクロ用に写真を撮ってください。最後にライトルームでもフォトショップでも編集用のソフトでモノクロにするのは簡単です。それは誰でもできます。でもモノクロの目で見るということをやらないと良い写真にはなりません。モノクロは目で撮るものです。カメラではないです。目で撮ってください。
そのためには、こういうシチュエーションで撮ればモノクロにした時にいい感じになるという経験が必要です。その経験をもとに世界を見ることがモノクロの目で見るということです。モノクロで光と影が強調されるのは分かったけど、色を捨ててまでやる価値があるのかっていう質問が来るかもしれません。僕はそれに対しイエスと答えたいです。色を捨てることで物の形や構図の面白さに気づきやすくなります。明から暗への美しいグラデーションの世界に没入することもできます。さらに言うと、光と影に注目することで世界が全く違う見え方をする時があります。特に面白いのは影です。影は本来副次的なものです。つまり太陽があって、その光が何か物体に当たり影ができます。光がないと影はできません。でも写真としてパッとこのような画像を見せられた時に、影が主体的にそこに存在しているかのように感じることがあります。もちろんこれは平面を捉えた写真ですが、ずっと見てるとなんか影が影じゃなくなっていって、その窓が立体的に盛り上がっていくような感覚ないですか？その時の窓ってもうなんかすでに窓じゃなくて、その椅子みたいなちょっと出っ張ったものが並んでいるように見えるかと思います。わかりますかね？椅子みたいに出っ張ったものが並んでるっていう感じ。見えなくても大丈夫です。とにかくそのような視覚効果が今画像全体がモノクロであることで引き起こされやすくなっているということです。またこちらの写真では、建物の境界線と光と影が作る境界線が入り混じった状態で、ちょっと空間を把握しにくいという感覚があります。人によっては2枚の別々の画像が並んでいると見えたかもしれません。この写真では影が主体、明るい部分が背景になっているのですが、それが複雑に入り混じっているので、すぐに全体像を認識できないとか、または別のものが見えたりするということが起こりうるのです。ちなみにこの写真を Google の AI バードで認識させようとすると、人物の画像についてはまだ対応してませんっていうへんてこなコメントを返してきます。めちゃくちゃ面白くないですかこれ。普通の写真はちゃんと認識してくれる AI が、この写真だけエラーというか認識できない感じのコメントを返してくるんですよ。実際人間も一瞬だけ戸惑うんです。でも AI みたいに何が映ってるか全然わからないというのではなくて、一瞬わからなくなるけどすぐに現実に戻ってこれるというのがポイントです。従来のその世界とつながりを持ちつつ、でも一方で新しい世界を表現している、それがこの写真です。今話している内容が冒頭に言った深い理由になります。急に話が難しくなったので、どういうことって思っている人もいるかもしれません。実はこの話っていうのは昔からよく知られていて、有名なルビンの壺みたいなやつです。中央に黒い壺があるか、それとも左右の白い部分が人の横顔に見えるかみたいな画像認知の話にも通ずることかなと考えています。写真は視点を提供してこそというのが僕の立場です。真実を写すというよりも世界の見方、自分には世界がこう見えましたっていう表明があってこそだと思っています。そういう意味で今回例に出したモノクロ写真は、いい線いってるのではないでしょうか。最後がちょっと難しくなりましたが、今回の動画で言いたかった点をまとめるとこんな感じになります。まずモノクロにすることで物の形が強調される、光と影が強調されるということ、そしてそれが自分の撮りたいもの、見せたいものだということです。つまり僕の写真はモノクロと相性がいいからモノクロにしているということですね。そしてモノクロの写真を撮るにはモノクロの目で見ることが大切ということも覚えておいてください。
最後はちょっと難しい話、モノクロにすることで新しい世界が生まれる可能性があるかもと、最後はちょっと格好つけましたけど、これについては僕もまだまだ勉強中なので、あまり突っ込んだ質問はしないでください。モノクロの写真の見方としてこういう考えでやってるんだよというのを知ってほしかったので、動画としてまとめてみました。写真をある程度かじった人からすればモノクロって結構身近な存在ですけど、そうでない人、写真はスマホで撮るくらいですっていう、いわゆる普通の人からすると、なんでモノクロっていうぐらい遠い世界で理解不能なものだと思うんですよね。今回の動画でそのモノクロについて少しでも理解が深まってくれると嬉しいです。でも後半部分はちょっと難しすぎたので、せめて前半だけでも知っておいてほしいです。これからもこういう写真の話どんどんやっていきます。もう動画っていうよりもこれラジオですね。これラジオ感覚で聞いてもらってもいいかなと思っています。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた。